群馬県の荒船山に日帰りで行ってくる。夕方には戻る。臼井さんは今月11日、こう家族に告げ、埼玉県春日部市の自宅を出たまま行方がわからなくなっていた。家族から捜索願いが出され、警察などは群馬と長野の県境にある荒船山周辺の捜索を開始した。臼井さんが行方不明になったことについて、クレヨンしんちゃんを掲載している漫画の出版社はこう語っていた。現在連絡が取れなくなっている状態です。大変弊社として心配しておりますので、無事お帰りになることを心から望んでおります。出版社が最後に連絡を取ったのは行方不明になる4日前の今月7日。普段と変わった様子はなかったという。連載する予定の漫画はすでに数ヶ月分は受け取っていたという。臼井さんが住み、クレヨンしんちゃんの舞台となっている埼玉県の春日部市では、市長の名刺にもしんちゃんが書かれている。今回の報道を聞いて本当にびっくりしてるんですよね。で、ともかく春日部の知名度を圧倒的に上げた方でもって、元気印のしんちゃんの親御さんが、いらっしゃらないくなったということでもって、ちょっと大変心配しております。春日部市は2004年、しんちゃん一家に特別住民票を交付するなど、しんちゃんと共に作者の臼井さんも春日部市民に愛されてきた。臼井さんが行方不明になったことを知った春日部市民は、びっくりしましたね早く見つかってほしいですけどね。群馬の山探しに行きたいぐらいですクレヨンしんちゃんを原作にした映画で主演している草薙さんは、みんな心配しているので、早く無事に救出されることを願ってます。 N キャスは昨日、臼井さんが向かったとされる荒船山を取材した。主な登山道は3つあるというが、最も利用者が多いというルートで頂上へと向かった。途中で出会った登山者に話を聞いてみると、遭難するとこじゃないがね。相談するとこじゃないですか。軽くて聞いたことない。だからなんでだろうって思って。決して危険な山ではないというのだが、荒船山の頂上友岩へ向かうと、臼井さんを探しているんでしょうか。ヘリコプターが飛んでいます。臼井さんを捜索するヘリコプター。標高1442メートルの頂上に着いた。恐る恐る見下ろすと身がすくんだ。そして空から見た荒船山。この北側の崖の下で男性の遺体は見つかった。遺体はこの断崖絶壁の岩の下で見つかりました。高さは100メートルほどでしょうか。上から見ると岩が垂直に切り立っています。そういや、若い頃よく通ったよな、この道。長野の女の子に会いによく行ったよ。およそ300メートル先、右方向です。この辺かどっかのトンネル抜けてすぐ曲がるんだったな。トンネル手前かな。右方向です。しばらく道なりです。
疲れ様でした。ここにゃん風が冷たくて肌が挟まるんですよ。で今、6時4分の23度。なんだろう、本当になんかこう森が深いっつうんかな。なんじゃろうな。ここが長野との境か、ほとんど。でこっちは群馬。あれトイレねえって書いてあったけどトイレあるんじゃん。なんだなんかやけん虫の音がすげえんだけど。ここ上がるんけ。これ行くと内山牧場ってこっちがあれなの。あっちか、あっちなのか。わざわざレンタルしてるんだトイレ。そういうことはたまに誰か管理しに来てるんだね。熊出没注意。何？あ、雨でかい。大変危険ですね。十分注意してくださいって。まあ危険なんだろうね。あ、確かになんか湿ってるやけに昨日晴れてたんじゃね。はあ、大地がここでこうバーッつって登ってくるレイとなって、はあ、じゃあまあ行くか。木の根っこのところがまあひっぺがされちゃって、はあすごいね。やっぱ山は2日3日ぐらい開けねえとダメだね、水気が。昨日一日は大して、乾いてねえからやたらと滑る。でも誰か通ったような跡はあるんだよね。昨日来たんかな。
小屋じゃない橋か。遠くから見たら小屋に見えたんだけど、なんか水飲み場があるらしいんだけど、ここで必ず一杯飲んだからいっぱい水っつうの。どっから降りてて飲めっちゅうねん。飲めるんだろうね。この辺から滑り降りてるみたいな。通行止めになってんじゃん、昔に看板で。何？ちょっと待てよ、この道だろ。なんでトラロープかかってんだ。なんかこの間の雨がすごくてなんちゃらかんたらって書いてあってる看板に入れるうちに通れませんって書いてねえだろ。この道だよな。マジか、といけねえんか。うーわ、じゃあ戻って別ルートでもう一回上がるか。行ったね。一回内山峠のあっちに行って、ナイス。ある程度。ぬかるんでる。よく見えるじゃん。ちなみに下りの景色ね。いや急だね。攻めえし水で滑るし。イライライラ。254の上のバイパスから降りてきて、下から行くんかよ。随分遠回りだね。
2キロか。しばらく道なりです。こんなとこ歩くのめんどくせえ。さっさと先行くで、車で行けるとこまで。お前何しに山登ってんねんって言われちゃうで。怖いな怖いな。うわ、なんかすげえ沢とか綺麗なんだけど。ああ、やっぱここから登る人もいるんだ。車が置いてある。8日注意？おっ、なんだこれ。ああ、これが荒船不動だよね。約60分とかじゃん。1時間半のコース。1時間半。1時間コース。なんでバケツがあるんだ。ここは水でも汲めるっつうのか、飲めるっつうのか、わからんが。あ、でもなんかどころか引いてんだな、水。これ缶があるってことか。で、よいしょよいしょ。ちょっと飲んでみて。なんかお腹壊すんじゃねえ。大丈夫と思うけどさ。冷てえ。最初俺味覚がないから水の味はよくわからんの。そこそこうまいんじゃない。よっしゃ、行方不明者の手配？なんだほら。
何、小学2年生の男の子が行方不明な。平成28年9月26日に登ったまんまってなんで？ここどこ？現在地ここね。残りは45分ぐらいで15分して荒船山まで30分、30、31時間10はそんなもんか。なんか買うと岩は行きたくない。荒船だけでいいや。しっかりとこの展望台まで行けなかったんだよね。1時間32時間ぐらいかかったわ。もっとかかんなこれ。よし行くか、このジグザグを。道案内のあれがよくないし、どこ行ってるかよく分かんないとこあるんだけど、こっちで合ってると思うんだけどさ、なんか看板つか矢印欲しいよな。登山って辛いの？でもなんかそんなに富士山経験してるから余裕なのかな。若干なんかどうでもいいやつか、頭の中真っ白になって歩いてるからな。やっぱり初心者コースってことで歩きやすい道にはなっとるかな。一応それにこうなんか沢をいくつかこうまたいで歩いてるから、景色もいいし涼しくて気持ちがいい。なんかギスギスした断崖絶壁っつうのも悪くはねえけど、こういうゆったりした道っつうのも悪くないね。あと2キロかい。多分ここがなんか滑ったんだろうね。崩れちゃったんだろうね。なんかこんなで進むかに。なんじゃこれ。こっち上がってくるか。やたらと木を切ったのかな。切った感じもするんだよね。でもなんかぶっ倒れてんだよね、やけに。道っ端に。これ切ったんだろうね、これは。だったら避けとけよ。でもなんかこれ自然になんかぶっ倒れたっぽいんだよね。なんか知らないんだけど、普通になんもねえから歩って行っちゃったんだけど、なんか山っぷのあれを見ると
この辺が山頂らしいね。困ったね。なんもないよ。まあいいんだけどさ。いやー、さすがにね、なんか物食う気はしないな、山登ってると。まああれだから、ちょっとウィダーインゼリー1本キュッと飲んだぐらいで、なんか物受け付けないな。やっぱ今回もね、山食セット持ってきたんだけど、できない。もう懲りたね。僕はちょっと今度から頭を使おう。登山するときはやっぱ物は食べない。だからもうバーナーとか持ってくるのやめよう。それと今日はね、そんなにね、なんだろうな、今日暑くなる日のはずなんだけど、ここら辺は涼しいから温度がね23度とかなんで、そんなに水もね、まだ1リットルも全然800飲んだか飲まないかかな、全然余ってるから、登山するときは2リットルだけで十分だね。今回は、3リッターちょっともう半か持ってきてるけど、さあ、じゃあ何もねえけどのびり消えるか。今30度かい、下界は。今日はべらぼうに暑くなるって聞いてんだけどな。どうすっかな、帰りどっか寄ろうかね。右方向です。その先、目的地は左側です。ここから入んね、ここからかな。ひょろひょろひょろ。バイバイ。目的地は左側です。お疲れ様でした。ああ、そこか。ひょっとっと。障害者専用。ここが空いてるか、じゃあ。真正面。